最初にちょっとした報告ですが、格読むに以前応募した、12月、去年の12月、2025年12月にですね、応募した、ノンフィクション小説というか、短編なんですけど、それが、格読むコンの中間選考を通過したんですね。1万9000作品ぐらいの中で、1700、800ぐらいしか残らなかったらしいんで、割とそれだけでも良かったかなと思うんですけど、残念ながら最終選考までは行きませんでした。悔しいかなと思うんですけど。でも、それでもね、たくさんコメントをもらって、なんか救われたって言ってくれた方もいらっしゃったのでね、もしよかったら読んでみてください。ちょっと内容がね、ここで触れるような内容でもないので、痛みの証明っていうので検索してください。はい。で、次ですけど、去年ですね、私フランス語を勉強してて、今年はトルコ語をやってるんですよ。で、放送大学っていうので授業を取ってるんですけど、こんな感じですね、初歩のトルコ語。本当に今年度から入ったばっかで、この授業は。初歩って書いてあるんですけど、全然初歩じゃなくてね、本当にいきなりこんなに長い分野あるんだみたいな、それぐらいの高レベルな内容なんですけど、割と面白くって。っていうのもですね、なんか、よく日本語と文法似てるって言われるじゃないですか。実際勉強してみるとわかるんですけど、似てるのは語順だけですよ。もう語彙もだって、どっちかっていうとアラビア語とかね、フランス語とか別の言語からのやつが多いし、だし、文法もよーく見るとやっぱ認証切字みたいなのいっぱいあって別に似てないですよ。なんか、いちいちその私とかあなたとか全部つけないといけないんですよ。なんか。例えばじゃあ、日本人の感覚からするとですよ。例えば、日本語でいう助詞のでとかにが活用するってなんだそれみたいな感じなんですよね。例えば、私は日本にいます。だって私は日本にいますですよね。だけどトルコ語だとジャポニアだよ。だからジャポニア。これは日本ですよね。だけど、これは日本語のでみたいな感じです。似てんなと思うけどさ、イエムって後ろになんか、私を表すのがついてるんですよね。ケバブ食べたいですか？ケバブ、イエメク、イスティオルムスン。ケバブ食べる、イエメク、イスティオル、何々したい。で、これ、ムスン。そのムがその何々かなんですけど、その後ろにスンがついて、これであなたは何々ですかみたいな感じになるんですよね。こんなん、日本語にないですからね。面白いな、みたいな。そんなこと思ったんですけど、で、あとね、これで、もう一つ、私は散々ね、知ってると思いますけど、ピッチアクセント教えてきたんで、いろいろ思うことが、トルコ語やっぱね、イントネーション、ピッチアクセントみたいなやつあるんですけど、ちょっとめんどくさいですよ。覚えるしかないというか、スペリングでは示されないので。なんか、例えば、基本的に後ろが上がるから、確かに全体的にはそうやって読めばいいんですよ。なんか、例えば、イエメク、食べる、後ろが上がりますよね、みたいな。食べ物とか。キタップ、これも後ろ上がりますよね。本とか、それとか、あとは、ババア、お父さんとか。なんでもいいけど、上がるんですよ。だからこれで全部上げるのかなと思って、例えばじゃあ、ブギュンって言ってダメですよね。ブギュン、今日はさ、ブギュン。みたいな。やるんだかもそういうなんか時を表す副詞とかは下がるっていうルールがあるっぽいです。なんか。面白いなみたいな。日本語と逆ですね。日本語だったら明日とか昨日とか言ったら平板になるんですよ。確か明日何々するとか昨日何々したとか言ったら平板になりますけど、トルコ語逆で下がるんですね、みたいな。なんかそんな感じでね、もしね、トルコ語を勉強してる人がいたら、ね、日本語を勉強してるトルコ人の方とかいたらね、もしよかったらお話しましょう。トルコ語は興味が出てきたので、なんかしばらくちょっとやってみるかもしれないです。はい。